では、アルタリックスはじめの一歩、ウェビナーの方を始めさせていただきます。よろしくお願いいたします。まず、自己紹介から。私、すずという名前で、ディベロッパーズ IO の方でブログを執筆しております。サポートエンジニアとして、普段はアルタリックス関連の問い合わせを対応しておりまして、普段は表に立つことはないのですが、今回初めてウェビナーの講師を担当させていただく運びとなりました。本日はよろしくお願いいたします。はじめに本日のウェビナーのアジェンダをご紹介いたします。本日のウェビナーは、アルタリクスはじめの一歩ということで、まだアルタリクスを触ったことがないですとか、これから利用しようとしているという方向けの内容となっております。アルタリクスの各製品については簡単に紹介させていただき、その中でアルタリクスデザイナーについては基本的な使い方やデモを交えて紹介させていただきます。また、アルタリクス製品に関連して、アルタリクスアナリティクスギャラリーとアルタリクスコミュニティというウェブサイトについて最後にご紹介させていただきます。また、本日のウェビナーでお話ししないことについてもご紹介しておきます。アルタリクスの各製品について簡単な紹介はいたしますが、各製品でどういった機能を搭載しているといった深掘りしたところまでは今回はご紹介いたしません。また、アルタリクスを導入する上で気になるのがライセンス費用になるかと思いますが、こちらもウェビナー内では紹介いたしません。ライセンス費用を知りたい場合は、ウェビナーの最後のアンケートや、弊社のウェブサイトの問い合わせフォームよりお問い合わせいただきますと幸いです。ではまず、アルタリクスって何というところから始めていきたいと思います。アルタリクスとは、データの管理、分析に必要なデータの前処理とモデルの作成、共有、デプロイを実現するデータ分析プラットフォームです。アルタリクスといっても4つの製品に分かれています。この図で言うと、左からアルタリクスコネクト、アルタリクスデザイナー、アルタリクスサーバー、アルタリクスプロモートという製品がございます。これらの製品について簡単な紹介をさせていただきます。アルタリクスコネクトは、組織内のメタデータを管理するいわゆるデータカタログです。どこにどのようなデータがあるのか、どのような列があるのか、どのワークフローの入力、出力となっているのかといったものを管理します。データ分析を始めるにあたって、データがないと始めることができないですが、データが管理できていない場合、データが組織内のどこにあるのかわからないといったことや、何かデータがあるけど、そのデータがどういう性質のものであるのかわからないといったことが出てくる可能性がございます。アルタリクスコネクトであらかじめメタデータの管理をしておくことで、必要な時に必要なデータにアクセスできるようになります。続いてアルタリクスデザイナー。こちらはデータの前処理とブレンディング、そしてデータ分析を行うデスクトップアプリケーションです。このアルタリクスデザイナーの最大の特徴としては、データの前処理などをノンコーディングで行えるという点にございます。後ほどデモで実際の画面をお見せいたしますが、視覚的に分かりやすく直感的な操作が可能な製品となっております。そのため、IT 部門ではないユーザーであっても使いやすいように設計されております。また、コードを書くことができるユーザーであれば、コードを直接記入して利用するという使い方も可能です。で、3つ目のご紹介がアルタリクスサーバーになります。先ほどのアルタリクスデザイナーでは、データの前処理などの処理を行いますが、その際、ワークフローというものを作成します。
このアルタリクスサーバーでは、アルタリクスデザイナーで作成したワークフローの共有に利用できます。アルタリクスサーバーに共有したワークフローは、アルタリクスサーバー上で実行することが可能です。アルタリクスデザイナーを利用していないユーザーであっても、アルタリクスサーバーでワークフローを実行して結果を参照することができます。また、手動実行以外にも、スケジュール機能でワークフローを定期的に実行するということも可能です。最後にご紹介するのが、アルタリクスプロモート。こちらは先にご紹介したアルタリクスデザイナーの方では、機械学習モデルを作成することができます。作成した機械学習モデルは外部から呼び出して利用できると活用の幅が広がるかと思います。アルタリクスプロモートでは機械学習モデルをデプロイ、管理する機能があり、API を使って外部からモデルを呼び出せるようにする製品です。では、アルタリクス、4つの製品があるというふうにご紹介しましたが、これらの製品すべて導入しないといけないのかといいますと、そんなことはありません。アルタリクスの製品を使ったデータ分析の運用の流れとして、アルタリクスコネクトから紹介しましたが、アルタリクスの導入の順番としては、アルタリクスデザイナーが初めになります。アルタリクス製品の中でコアとなっているのがアルタリクスデザイナーとなっておりまして、で、アルタリクスコネクトとアルタリクスプロモートは、アルタリクスデザイナーとアルタリクスサーバーが導入されていることが前提となっておりますし、また、アルタリクスサーバーもアルタリクスデザイナーのワークフローを共有するという製品ですので、やはりアルタリクスデザイナーが導入されているということが前提となっております。アルタリクスデザイナーとアルタリクスサーバーというように複数の製品を一度に導入されるケースもございますが、スモールスタートの場合には、まずはじめにアルタリクスデザイナーから導入していただければと思います。そして今回のウェビナーはアルタリクスはじめの一歩ということで、アルタリクスデザイナーについてもう少しご紹介していきたいと思います。改めてアルタリクスデザイナーについてご紹介いたしますと、アルタリクスデザイナーはデータの前処理、ブレンディング、分析を行うデスクトップアプリケーションです。コードフリーでデータの加工を行えるという特徴がございます。このアルタリクスの特徴にあるコードフリーですが、これはワークフローというもので実現しております。こちらの画像にあるのがワークフローの例になりまして、さまざまなツールを配置していくことでデータの処理の流れを表現していきます。でツールというのはデータの入力や計算といったデータの処理に必要な操作を行う機能を指しております。今画面で表示しておりますこのアイコン一つ一つがツールというものになります。でこちら今表示しておりますのはアルタリクスデザイナーに搭載されているツールの一部です。デフォルトで搭載しているものだけで約200以上のツールを用意しております。デフォルトで搭載しているもの以外にも、アルタリクス社が別途提供している追加のツールですとか、アルタリクスのユーザーが作成した独自のツールを利用するということも可能です。では、具体的にツールをどうやって使ってワークフローを作成していくのかというのを見ていきたいと思います。アルタリクスデザイナー起動しますと、このような画面が表示されます。この画面の赤枠部分がワークフローの作成に使用する場所でキャンバスと呼んでおります。画面上部の方、青枠の部分にはツールが並んでおります。
このツールが並んでいる部分をツールパレットと呼んでおります。アルタリクスデザイナーでは、この白いキャンバスにツールをドラッグ&ドロップで配置していくことで、ワークフローを作成することができます。では、ここからは実際にアルタリクスデザイナーの画面をお見せしたいと思います。アルタリクスデザイナーを使ったデータ加工と、あとはアルタリクスデザイナーが持つ分析機能の中から空間分析ツールを一部ご紹介いたします。こちらが今、アルタリクスデザイナーを起動した画面になります。この白い部分、キャンバスの方に、この上にあるツールの方から、ツールをドラッグ&ドロップで配置していくことで、ワークフローを作成していきます。でこちらツールですが、カテゴリーがいくつか分かれておりまして、入出力ですとか、準備、結合といったそのツールの機能に応じて表示するタブが分かれております。でここから実際にデータの加工をしていく様子をお見せしたいと思います。で今回データの加工を行う上で使用するデータというのを先にご紹介しておきます。今回使用するデータはタブローが提供しておりますスーパーストアのサンプルデータを使用いたします。こちらのサイトからダウンロードしたデータを編集したものを使用いたします。では、早速ですが、こちらのアルタリクスデザイナーの方で先ほどのスーパーストアのサンプルデータを読み込ませたいと思います。こちらデータ入力ツールというツールを今配置しております。こちらのツールはデータベースですとかファイルからデータを入力してアルタリクスデザイナー上で読み込むという機能を持つツールになっております。でこのツール配置しますと、左側に設定画面が表示されます。こちらの設定画面の方で、入力元となるデータを参照する先を設定します。で今回は Excel ファイルになっておりますので、こちらですね、Excel ファイルを開くで、ファイルを読み込みます。で元のデータの方にはシートがいくつかございます。で今回使用しますのは、まず Orders というシートを使用いたします。そしてもう一つ、こちらのカスタマーというシートの方からデータを入力します。データを入力しますと、こちら、データ入力ツールの設定画面の方にプレビューがございますので、こちらでデータの中身を確認することができます。こちらについてはプレビューでの表示になりますので、最初の100レコードのみの表示になっております。でデータ全体を確認したいというような場合には、別途閲覧というツール、こちらの閲覧ツールというものを使用いたします。でこの閲覧ツールをドラッグ&ドロップでキャンバスに配置します。でこちらデータ入力ツール、すでに配置されているツールの近くに閲覧ツールを配置しますと、自動的に線が引かれます。これでデータ入力ツールから閲覧ツールにデータを渡すという処理の流れができました。配置した閲覧ツールは、この時点では何もデータは表示されておりません。1回この実行ボタンをクリックしてワークフローを実行しますと、このデータ入力ツールから閲覧ツールにデータが渡されるようになります。画面下の方には結果ウィンドウというものがございまして、こちらでデータの中身を確認することができます。先ほど読み込んだカスタマーのシートの方では、顧客別のデータがございます。でこちらでライフタイムレベニューというデータが確認することができます。
でもう一つ、オーダーズのシートの方では、注文した履歴を参照することができます。でここで、顧客の情報ですとか、あとは購入した製品、そして購入した製品の単価や数量といったものがこちらのデータに出力されております。今回、データの加工を行っていきますが、どういったデータを作成するのかというのをご紹介いたします。で今回、こちらの2つのデータを使用いたしまして、でまずこちら、フィールドとして都道府県というフィールドがございます。でこの都道府県別に売上の合計と平均、あとはこちらにあるライフタイムレベニューの合計と平均というのを出力いたします。でさらに、このライフタイムレベニューの平均のトップ10、都道府県別のトップ10というデータを作成したいと思います。まずはこちらのオーダーズのシートの方を使用して、売上のデータを準備していきたいと思います。で売上のデータを作成する上で、こちらの数量と単価を掛け算したものを売上としたいと思います。この後のデータの加工を行っていく上で、こちらの数量と単価は必要になりますが、あと、こちらの顧客名に関しても、この後でデータの結合を行う際に必要となります。あとは都道府県のフィールド、こちらに関しても、その都道府県別に売上の合計と平均というのを出力いたしますので、こちらも必要なフィールドとなります。でその他、例えば製品名ですとか、こういったフィールドに関しては、今回のデータ加工においては使用いたしません。使用しないとあらかじめ分かっているフィールドに関しては、なるべく早い段階で、このアルタリクスのデータの中から削除してあげると、データの処理に負荷がかからなくなります。フィールドを削除したいといった場合に使用できるのが、こちらのセレクトツールになります。このセレクトツールをキャンバスに配置しまして、でこのデータ入力ツール、この黄緑色のボタンのところをアンカーと呼んでおりまして、このアンカーを引っ張って、セレクトツールの入力アンカーの方に接続します。でこれでデータ入力ツールからセレクトツールにデータを渡すという流れができました。こちら、セレクトツールの設定画面になりますが、こちらのデータ入力ツールの方から受け取ったフィールドの情報が出力されております。でこの中で今回必要な数量、単価、顧客名、都道府県、こちらの4つのフィールドを残しておきたいと思います。セレクトツールでチェックが入っているものに関しては、この後の処理で使用する、残しておくフィールドになります。こちらでチェックを外しておけば、フィールドが削除されるようになります。で今回残しておくフィールドの方が少ないので、こちらのオプションの方からセレクトですべての選択を解除して、一旦すべてのチェックを外します。そしてこちらの必要な4つのフィールドだけ選択しておきます。これでフィールドの不要なフィールドの削除ができました。また、ワークフローを実行して処理の結果を確認してみます。で先ほど閲覧ツールの方で結果ウィンドウというのを参照しましたが、閲覧ツール以外のツールであっても結果ウィンドウに関しては用意されております。閲覧ツールの場合ですと、データ全体が参照できますが、それ以外のツールの結果ウィンドウに関しては、データの量が多い場合は、全体のデータが参照できないという点がございます。なので、全体を確認したい場合は閲覧ツールを使用する。で
今回のように処理の結果を簡単に確認したいといった場合には、こちらの各ツールの結果ウィンドウの方で確認することができます。でこちらのセレクトツールのこの出力というタブのところを開きますと、このセレクトツールの処理の結果が参照することができます。もう一つ入力のタブがございまして、こちらの方ではセレクトツールで処理を行う前の状態が参照できます。でここでタブを切り替えることで、そのツールの処理を行う前と処理を行った後のデータを確認することができます。で今回、セレクトツールでは不要なフィールドを削除して4つのフィールドだけ残すということができました。では続いて、こちらの数量と単価を使用して売上のデータを作成したいと思います。こういった掛け算ですとか計算を行いたい場合に使用できるのがフォーミュラーというツールになります。こちらのフォーミュラーツールをキャンバスに配置しまして、でこれでセレクトツールと接続します。フォーミュラーツールの方では新しくフィールドを作成します。ここで売上というフィールドを作成しまして、でここの白いスペースのところで数量×単価という計算式を設定します。でここでこの X のボタンの方から既存のフィールドを呼び出すことができるようになっておりまして、これでフィールドを呼び出して、あとは掛け算を直接入力します。これで数量×単価という計算式を設定できました。新しくフィールドを作成する場合に、こちらでデータ型の設定も行えます。この後、売上のフィールドに関しては、合計と平均というのを出力したいと考えておりますので、この後またこのフィールドを使って計算を行いたいと考えています。ですので、その場合にはデータ型が数値型になっている必要がございます。今回はデータ型を int32 に設定しておきます。これでまたワークフローを実行しまして、結果を確認すると、新しく売上というフィールドが作成されました。これで数量×単価の結果が売上のフィールドに出力されるということができました。でここまでで売上のデータの準備は一旦完了といたします。でもう一つ、ライフタイムレベニューに関しても今回のデータの加工で使用したいと考えています。でこちら、すでに読み込んだデータの方にライフタイムレベニューというフィールドは用意されております。ですので、このまま使用できると思われるんですけれども、一旦閲覧ツールの方で確認してみます。こちらのライフタイムレベニューの方、フィールドを選択しますと、閲覧ツールの設定というウィンドウの方では、その選択したフィールドの概要が表示されます。こちらを参照しますと、ヌルが5件存在するというふうに表示されております。ヌルが存在しておりますと、この後計算を行う上で正しい計算結果が得られないという恐れがございます。なので、あらかじめヌルを取り除いておきたいという場合には、フィルターというツールを使用することができます。でこのフィルターツールを配置しまして、データ入力ツールと接続します。でこのフィルターツールに関しては、条件を設定して、その条件に合致するデータと合致しなかったデータというふうにデータを2つに分けることができます。こちらの出力アンカー、フィルターツールの出力アンカーの方には、true という出力アンカーと false という出力アンカーの2つがございまして、上の方が
こちらのフィルターツールの条件に合致したデータ、下の方がフィルターツールの条件に合致しなかったデータが出力されます。で、先ほど閲覧ツールの方でヌルが存在すると確認できたライフタイムレベニューのフィールドを選択して、でライフタイムレベニューがヌルではないものを T、上の方の出力アンカーの方に出力したいと思います。で実行して結果を確認しますと、まず、出力結果として、条件に合致した方に関しては、パッと見、ヌルは存在していないように見えます。で、フォルスの方のデータを確認しますと、こちら、すべてライフタイムレベニューのフィールドがヌルになっているというデータのみ、こちらに出力されています。で、念のため、閲覧ツールをフィルターツールの T の方の出力アンカーと接続して、結果を確認してみます。でこれで閲覧ツールの方で概要を確認しますと、ヌルが0になっていることが確認できます。これでヌルを取り除くことができました。これで、ライフタイムレベニューのデータの準備と売上のデータの準備が完了しました。ここからはこの2つのデータを1つにまとめまして、さらに都道府県別で、データの合計と平均というのを出力していきます。データの結合に関しては、こちらの結合というツールを使用いたします。でこの結合ツールを配置しまして、でそれぞれの作成したデータと結合ツールを接続します。でデータの結合においては、ID ですとか、キーとなるフィールドを選択してデータを結合していきます。で今回使用するデータとしては、顧客名というフィールドがございます。この顧客名というフィールドを使ってデータの結合を行っていきます。でそれぞれの入力したデータの方からどのフィールドで結合するのかというのを選択して、これで設定が完了になります。で一旦実行して結果を確認してみますと、このような形で2つのデータが1つにまとめられていることが分かります。でこの2つのデータが1つにまとめられたことで、キーとなるフィールド、キーとして設定していたフィールドに関しては、重複している状態になります。今回の場合ですと、それぞれのデータにもともと顧客名というフィールドが存在しておりましたので、顧客名というフィールドが2つ用意された状態になります。重複したフィールドに関しては基本的には不要になるかと思いますので、こちら結合ツールにおいては、先ほどのセレクトツールと同じような設定画面が用意されております。こちらで重複したフィールドを削除することができます。でこれでデータ結合したものに関しては、こちらの真ん中の J の出力の方に出るということが確認できたんですけれども、結合ツールでは出力アンカーは3つ用意されております。でこちら上の方にある L の出力アンカーに関しては、この元の L の入力アンカーに入ってきたデータのうちで、結合できなかったデータがこちらの L の方に入ってきます。もう一つ R の方の入力データから結合できなかったデータに関しては、こちらの R の出力アンカーの方から出てきます。今回はどちらもデータが存在していないので、すべてのデータが結合できたという状態になっています。
でこれでデータを一つにまとめることができました。でここからは、都道府県別にこの売上とライフタイムレベニューの合計と平均を出力したいと思います。で合計と平均を出力する上で使用できるのが、こちらの集計というツールになります。でこの集計のツールを結合ツールの真ん中の出力アンカー、結合の出力アンカーの方と接続します。でこの集計のツールに関しては、フィールドを選択して、そのフィールド単位で計算を行うということができるツールになっています。で今回は売上とライフタイムレベニューに対して合計と平均を出力したいと考えています。ですので、こちら売上のフィールドを選択して合計と平均、もう一つライフタイムレベニューを選択して合計と平均で、これで、計算する処理ができました。でもう一つ、都道府県別に、グループ化したいと考えておりますので、その場合もこちらの集計ツールで対応します。都道府県のフィールドを選択してグループ化。これで都道府県別に売上の合計平均とライフタイムレベニューの合計平均が出力されるようになりました。で今この状態ですと、上から順にデータが並ぶようになりますので、都道府県のフィールドを一番上に移動させておきます。これで1回ワークフローを実行して結果を確認してみます。で集計ツールの結果を確認しますと、都道府県というフィールドがありまして、で売上の合計、売上の平均とライフタイムレベニューの合計、ライフタイムレベニューの平均というフィールドが作成できました。こちらの集計ツールに関しては、集計ツールの処理の前と比べてフィールドの数が減少しているかと思います。集計ツールでは、データの変換を行うような処理になりますので、こちらの集計ツールの方のアクション、設定で選択しなかったフィールドに関しては、集計ツールの処理の後は削除されるようになっております。でこの集計ツールを使って都道府県別の売上とライフタイムレベニューの合計平均を出力できました。最後の仕上げとして、ライフタイムレベニューの平均のトップ10を出力したいと思います。でこちらのライフタイムレベニューの平均をトップ10を出力する上で、このデータを高い順に並べ替えをしたいと思います。でデータの並べ替えを行う上で、こちらのソートというツールを使用することができます。でこのソートツールを使ってライフタイムレベニューを高順で並べ替えます。これでライフタイムレベニューの平均が高い順に並べ替えることができました。でトップ10を出力したいという場合、ここのところまでですね、ここまでのデータのみ残したいというような場合には、サンプリングツールというものを使用できます。でこのサンプリングツールを使用して、でこちらのサンプリングツールは、最初の N 行を取り出すという処理が可能になっております。でサンプリングツールの前にソートツールでデータの並べ替えを行っておりますので、それによって、ソートツールとサンプリングツールを組み合わせることで、都道府県別のトップ10というのを作成いたします。で最初の N 行が、N イコール10というふうに設定しまして、これで、
ライフタイムレベニューの平均が高いトップ10の都道府県というのを出力できました。これでアルタリクスでのデータ加工については終了となるんですけれども、この作成したデータをファイルですとかデータベースに出力したいといった場合には、データ出力ツールというものでデータを出力することができます。で、設定方法としては先ほどのデータ入力ツールと同じになっておりまして、で今回は Excel ファイルの方に出力したいと思います。でこれで保存先を設定しまして、これで、出力先の設定というのができました。これでワークフローを実行しますと、ファイルの方が作成されております。でこの結果ウィンドウでここにメッセージというタブがございます。こちらの方を確認しますと、出力したファイルのリンクが貼られております。こちらをクリックしますと、出力したファイル、今回は Excel ですが、Excel のファイルが起動しまして、中身を確認することができるようになっております。でこれで目的のデータを完成することができました。このようにツールを組み合わせてデータの処理を作っていくことで、アルタリクス上でデータの加工を行うことが可能になっております。でここまでで、アルタリクスの使い方を交えながらデータの加工についてご紹介しておりましたが、その他アルタリクスには予測分析などの分析機能も搭載しております。アルタリクスデザイナーが持つ分析機能の中から空間分析についてここでいくつかツールを紹介したいと思います。でここから空間分析のツールをご紹介いたしますが、空間分析のツールをご紹介する上で使用するデータについて先にご紹介いたします。こちらのサイトにございますのが、公益財団法人統計情報研究開発センターが提供しております東京都のコンビニエンスストアの緯度経度の情報になります。こちら2011年のデータとなっておりまして、少し古いデータとなりますので、現在のコンビニの位置とは異なる可能性がございますので、あらかじめご了承ください。では、先ほどのコンビニエンスストアのデータの方をまず読み込んでみたいと思います。こちらの東京産 .csv というファイルが先ほどのサイトからダウンロードしたファイルになります。でこちらデータを読み込ませますと、プレビューの方を参照すると、一番上に店舗名が来ております。でデフォルトですと一番上にフィールド名が存在するということで、ここ一番上のデータがフィールド名として認識されるんですけれども、フィールド名が用意されていないようなデータの場合ですと、こちらの先頭行にフィールド名を含める、こちらのチェックを外していただくことで、データをすべて読み込むことができます。でこちら、フィールド1、2、3、4というフィールド名が仮で付けられております。でここのフィールド3とフィールド4のところに緯度経度の情報が用意されております。で空間分析を行うにあたって、スペーシャルオブジェクトというデータ型に変換してあげる必要がございます。でこの緯度経度の情報を使ってスペーシャルオブジェクトというデータ型に変換を行います。そこで使用するのがこちらのポイント作成というツールになります。このポイント作成ツールをキャンバスに配置しまして、で緯度経度のフィールドがどこにあるのかというのを指定してあげます。でこれで
店舗の情報が地図上のどこにあるのかというデータを作成できるんですけれども、ここでちょっとデータの件数が多いので、あらかじめデータの件数を少なくしておきたいと思います。こちら、ランダムパーセントサンプリングというツールでデータの件数を減らしておきます。でこの状態で閲覧ツールを接続してお見せしたいと思います。こちら地図が表示されておりまして、この赤い点の部分がコンビニエンスストアの場所を表しております。こちらの結果ウィンドウの方では、それぞれのコンビニの情報が出力されておりまして、ここで、選択した店舗がこちらの画面の方で色がピンク色に変わっていることが確認できます。でここの欠陥ウィンドウの方で選択した店舗がこちらの地図上に反映されるというふうになっております。で先ほどポイント作成ツールの方で、行った処理になりますが、こちらの緯度経度の情報の方から、セントロイドというフィールドを作成しております。こちらでポイントというデータ、こちらが、空間分析に使用するデータになっておりまして、このデータ、ポイントデータを作成しております。でこのポイントデータが存在する状態で閲覧ツールを接続しますと、このように地図上にそのポイントがどこに存在するのかというのが確認できるようになっています。では、ここからですが、弊社の本社オフィスの方から、最寄りにあるコンビニというのを出力してみたいと思います。で弊社のオフィスの情報ですが、こちらは、あらかじめデータの方を準備しておきました。こちら YXDB というアルタリックス専用の拡張子のデータになっておりまして、こちらですでにポイントというデータを作成している状態になっています。で一旦閲覧ツールを接続して確認してみますと、こちら地図上の赤い点の部分が弊社の本社オフィスを表しています。この本社オフィスから近いコンビニというのを出力してみたいと思います。でそこで使用するのがこちらの最寄り地点検索ツールというものになります。でこの最寄り地点検索ツールですが、こちら入力アンカーが2つ用意されております。でここで、先ほどの弊社のオフィスの情報があるデータをこの最寄り地点検索ツールのターゲットという入力アンカーの方に接続しまして、もう一つコンビニの情報は下のユニバースという方に接続します。でこちら最寄り地点検索ツールの設定となりますが、まずは、ターゲットの方では弊社のオフィスの情報が存在するフィールドを選択しております。でユニバースの方ではコンビニの情報が存在するフィールドを選択しております。でこれで、弊社のオフィスの方から最大 1km の範囲内にあるコンビニを20件検出するという設定にしてみます。これで閲覧ツールを接続します。でこの最寄り地点検索ツールの出力アンカーですが、上の方にあるのが、マッチした条件にマッチしたデータのみ出力されまして、下の方が条件にマッチしなかったデータが出力されます。これでワークフローを実行して結果を確認してみます。
こちら地図上に表示されておりますこの赤い点が弊社の本社オフィスを表しています。で、緑色の点の方がコンビニの位置を表しています。でこちらですが、結果ウィンドウの方を参照しますと、先ほどのデータ加工の方でも出てきた結合ツールのような形で、2つのデータが1つのデータとしてまとめられております。もともとオフィスの方のデータがあったものと、コンビニのデータがあったものが1つのデータになっております。でこれで、弊社の本社オフィスの方から近いコンビニのみを出力するということができました。もう一つ、今度は秋葉原駅から半径 0.5km というところにあるコンビニというのを出力してみたいと思います。秋葉原駅のデータに関しても、こちらはすでにデータを準備しております。でこちらのステーション .yxdb というファイルになりまして、これも閲覧ツールの方で一旦確認してみます。でこちらの赤い点が秋葉原駅の場所を示しております。で先ほどは最寄り地点検索ツールで最寄りの店舗というのを検出しましたが、今度はこちらの、この点ではなくて、その円というものを作成します。でこの円を作成する上で使用できるのが証券分析というツールになります。この証券分析ツールを接続しまして、この証券分析ツールでは、まずはポイントとなるデータ、今回の場合ですと、秋葉原駅の場所のデータを設定します。で、そこを中心として半径 0.5km という範囲で円を描くことができます。こちら結果を確認しますと、この赤い点がもともと持っていた秋葉原駅のデータになりまして、そこから半径 0.5km という円を作成いたしました。でこちらの円に関しては、ここにあるポリゴンというデータの方で表現しております。で今度はこちらの円の中に存在するコンビニというのを抽出してみます。で今度使用するのが空間マッチというツールになります。でこちらも先ほどの最寄り地点検索ツールと同じようにターゲットとユニバースというデータ入力アンカーが用意されております。で今回はコンビニのデータの方をターゲットの入力アンカーに接続しまして、証券分析で作った円のデータがある方をユニバースの方に接続します。でデータがあるフィールドの選択なんですけれども、コンビニのデータに関しては先ほどと同じようにポイントの方のデータを選択します。で秋葉原駅の方のデータですが、先ほど証券分析ツールの方で作成したこのポリゴンのデータというのを使用いたします。でここでトレードエリアとなっている方のフィールドを選択します。それで、閲覧ツールをこのマッチの方の出力アンカーに接続しまして、結果を確認してみます。結果を確認しますと、この円の中に、点が存在することが確認できます。でここは、この緑色が秋葉原駅を表していまして、その他の赤い点のところがコンビニの場所を表しています。
この証券分析ツールで、証券を作成しまして、空間マッチツールの方で、その証券内に存在する店舗というのを出力することができるというものになっております。でこのような空間分析に関連するツールを用意しておりまして、今回は一部のみ紹介させていただいておりますが、こういった空間分析のツールを利用することで、例えば新しい店舗を作るときの場所の検討といったことにご活用いただけるかと思います。では、アルタリクスデザイナーの実機を使ったご紹介はここまでとさせていただきます。最後のアジェンダとなりますが、アルタリクス製品を使う上で利用すると便利なアルタリクスアナリティクスギャラリーとアルタリクスコミュニティについてご紹介いたします。アルタリクスアナリティクスギャラリーとは、アルタリクス社が提供しているウェブサービスとなります。こちらでは、アルタリクスデザイナーにはデフォルトでは搭載されていないアルタリクス社による公式のツールをダウンロードすることが可能になっております。また、アルタリクスのユーザーが独自に作成したツールを公開できるようになっておりますので、公開されているツールはどなたでもご利用いただけるようになっております。カッコでパブリックギャラリーと書いておりますが、こちら、アルタリクスアナリティクスギャラリーは、アルタリクスサーバーのパブリック版という位置づけにもなっておりますので、パブリックギャラリーとも呼ばれております。でこちらがアルタリクスアナリティクスギャラリーの画面になります。でこちらのサイトの方で、例えばこちら、Salesforce Input というツールがございまして、こちらはここに記載がありますように、アルタリクス社が提供している公式のツールになっております。こういったツールを提供しておりますので、こちらのサイトの方からダウンロードしてご利用いただくことが可能です。続いて、アルタリクスコミュニティの方では、アルタリクス社が公開しているオンライントレーニングを受講することができます。その他にも、アルタリクスユーザー同士の交流の場として、ディスカッションのページですとか、ウィークリーチャレンジというコンテンツでは、毎週アルタリクスデザイナーを使った問題が提供されております。アルタリクスデザイナーの学習に役立つかと思いますので、覗いてみていただければと思います。また、英語版のみとなりますが、アルタリクスコミュニティの英語版の方では、アイディアというページを用意しております。こちらはアルタリクスに搭載してほしい機能を投稿することができます。でこちらがアルタリクスコミュニティの画面となっております。でこちらのアカデミーのところにあるインタラクティブレッスン、こちらがオンラインでのトレーニングとなりますので、こちら無料でご利用いただけますので、ご参照いただければと思います。最後となりますが、今回のウェビナーで参考にさせていただいたウェブサイトと、今後開催を予定しているイベントについてご紹介いたします。アルタリクス超入門、アルタリクス製品それぞれの目的別まとめというブログですが、こちらは弊社ブログになりますが、アルタリクスの入門編として分かりやすいものになっておりますので、こちら合わせてご参照いただければと思います。アルタリクスデザイナーのデータ加工においては、タブローが提供しておりますサンプルデータを使用いたしました。
空間分析ツールのご紹介では、公益財団法人統計情報研究開発センターが提供しておりますコンビニエンスストアのデータを使用いたしました。また、アルタリクス関連のウェブサイトとして、アルタリクスアナリティクスギャラリーとアルタリクスコミュニティをご紹介いたしました。本日のウェビナーは以上となります。ありがとうございました。